皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回の動画はカローライフ X の完成までをお届けいたします。まずはクリア塗装から。クリア塗装の工程は全部で3回。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドで、塗料はクレオスのスーパークリア3をガイアカラー薄め液で1対 1.5 に薄めて吹き付けています。塗装工程1工程目は少し遠めから塗料をボディ表面に対してふわっとのせるように吹き付け、2工程目は角部分から始め全体をまんべんなく塗装していき、2工程目と3工程目の間に2000番のペーパーヤスリで表面を整えます。3工程目は仕上げで全体を塗料が垂れる寸前を目安に吹き捨てています。万が一垂れてしまった場合はイソプロピルアルコールで塗装を落としてやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく工程です。徐々にペーパーヤスリの番手を上げながら滑らかな面にしていくので、前のクリア塗装工程では逆算をし厚めに塗装をしています。取り出し工程としては3回の工程。1工程目は2000番のペーパーヤスリで水取りをしていきます。ツヤが出ているクリア塗装面のツヤを消していく感覚で水取り。2工程目3工程目はそれぞれゴッドハンド製の紙ヤスを使い、それぞれ6000番8000番と番手を上げつつ水取りをしていきます。表面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。2000番から始めマットな面が徐々にツヤが出てきたことを確認し終了です。続いて鏡面仕上げの工程です。表面仕上げの工程としては3つの工程となります。シーフォース製のリトルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っています。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで1周、表面を一皮剥くといった感覚で研磨しています。1工程目で粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできませんので、2工程目3工程目につなぐ感覚で少しずつ傷を消しながらツヤを出していきます。2工程目はタミヤの再目で1周、3工程目はタミヤの仕上げ目で限りなく傷がなくなるよう意識しながら研磨していきます。万が一途中で角が出てしまったら慌てず残しておいたボディカラーなりでタッチアップ。バフが届きづらい奥まった箇所はタミヤの研磨クロスや綿棒などにコンパウンドをつけ磨いていきます。次にウィンドウ関連のマスキングと塗装です。まずはボディにモールドされているウィンドウモールから、モールの形状に合わせてマスキングテープを貼り込んでいきます。サイドウィンドウ下部はストレートなラインなので特に加工なく貼り付けることができました。R がついた部分は大きめのテープでマスキングをした後、R の形状に合わせてデザインナイフを入れていきます。その後露出させたいモールのマステを剥がし、あとは全体をマスクしていきます。
塗装はガイアノーツのエボブラックを使用です。続いてはウィンドウ内側の黒セラミック部分。近年のカープラですとマスキングシールが付属していますが、このキットは昔のキットですので自力でマスキングしていくしかありません。この箇所はいくつかマスキング方法の種類があるのですが、今回は円形のマステを使ったマスキングでいきます。ウィンドウのそれぞれの角に対し円形のマステを貼り付け、その後曲線追従タイプのマステで円形マステをつなぎ、最後に空いた部分に通常のマステを貼り込み完了。塗装はガイアノーツのエボブラックを使用です。続いてはヘッドライトやテールの塗装と仕上げです。まずはテールパーツから。バックランプ部分を細切りしたマステで裏表どちらもマスク。次にクリアオレンジを塗装です。このクリアオレンジははみ出ても大丈夫です。次にバックランプの下に位置するリフレクター部分にレッドを筆で塗装。その後クリアオレンジ部分を裏表どちらもマスキングしクリアレッドを塗装。次にマステを剥がし裏面からバックランプ以外にシルバーを入れ、透け防止と発色アップをします。最後にパーツの縁をフォーアーティストマーカーブラックで縁取りし完成。ヘッドライトは縁取った後、裏面からクリアオレンジを筆塗りし、塗料が乾いたらシルバーを入れます。3D で制作したヘッドライトリフレクターはあらかじめ全体にフォーアーティストマーカーシルバーを入れておき、その上から長谷川のミラーフィニッシュを貼り付けてボディ裏面から取り付けました。次にホットハッチの定番でもあるレッドラインの塗装です。ボディ全体ぐるりとあるレッドラインですが、これもいくつか方法があるのですが、今回はお手軽にエナメル塗料を使って塗装していきます。エナメルのレッドを筆でざっくりと塗装していき、塗料が乾いたらエナメル溶剤を染み込ませた綿棒ではみ出た部分を拭き取り、綺麗なラインに仕上げます。ついでに墨入れもしておきました。ウィンカー部分はクリアパーツではないので、下地にエナメルシルバーで上からアクリルのクリアオレンジを重ねました。GT のエンブレムはアクリルのレッド、ツインカムのエンブレムはアクリルのクロームシルバーで塗装。塗料が乾いたらエナメルのフラットブラックを重ね、こちらもエナメル溶剤を染み込ませた綿棒で拭き取り、レッドとクロームシルバーを露出させます。ついでにドアノブにはセミグロスブラック、ヘッドライトリフレクターにはクリアイエローを塗装しておきます。最後に仕上げです。まずはボディにウィンドウとルームミラーを取り付けます。スナップキットなのでカチッとはめ込むのみ。お次はカスタムでリアのバンパーにモールドされていない牽引フックを組み込んでいきます。 0.8mm のピンバイスでそれぞれ2箇所穴を開けていきます。その後 0.6mm の真鍮線を U 字に曲げ鉄切りバサミでカット。U の字になった真鍮線を穴を開けた部分に差し込み完了です。この後上からブラックを塗装しておきました。そしてボディとシャシーを合体。リアにはテールと遮明プレートとリアスポイラーを取り付け、サイドにはサイドミラーとあらかじめ穴を開けておいた箇所に T シリンダーとして配給パーツのマイナスモールドを取り付け、フロントはヘッドライトレンズと遮明プレートを取り付けです。最後にリアウィンドウを表面からエンブレムデカールを貼り付け、モデリングワックスで軽く磨き上げ完成です。
手持ちキットの中から今回はタミヤのカローラ FX を製作してみました。このキットは今では生産中止となっていて、なかなか手に入れることができないキット。タミヤさんには再販を熱望しております。ということで完成しました。今回イメージしたのはネットにあった大事に乗られているグレーメタリックのカローラ FX。改造ポイントとしては 3D で渡辺8スポークとスポーティーなタイヤを製作したこと、あとはリアに牽引フックを取り付けたことでしょうか。車高の調整などは特にしていなく、ホイールを変えるだけでとんでもなく激アツなホットハッチに巡り合えること間違いなし。ボディカラーのグレー味はシルバーにグレーを足す加減やブラックを混ぜ明るさを調整していく過程が少し難しかったですが、理想のグレーメタリックに仕上げることができました。当時のライバルであるシビックや CRX に劣らず 4AG を搭載し、スパルタンでありながら上質を求めた一台でもあるカローラ FXGT。 もしまた手に入れることができたら今度は違うグレードを作り並べてみたいと思います。今回はここまで。ぜひゆっくりご覧になっていってください。ご視聴いただきありがとうございました。